1、2、3、4、4つの関節で腕は成り立っています。皆さんこんにちは。ピアノを弾くときには腕を使いこなしましょう。今回は腕を使いこなすために知っておきたいことをお話しします。ピアノは指で弾く楽器ですが、指だけで弾く楽器でないことは皆さん実感されているんじゃないでしょうか。中でも腕は指と最も強調する必要がある部位ですが、その使い方に悩んでいらっしゃいませんか？僕もかつてそうだったので、腕を使いこなす難しさ、とてもよくわかります。さて、皆さんの腕はどこから始まっていますか？ 1、肘から。2、肩から。3、胸の上から。どれだと思いますか？多くの方が2の肩からとお答えくださったんじゃないかと思います。正解は実は3の胸の上からなんですね。正確にお伝えすると、ここに鎖骨ありますよね。この鎖骨の付け根を狭鎖関節というふうに言いますが、ここから腕は始まっています。これ盲点じゃないですか？というのも、腕を使いこなしたいと僕たちは思っているのに、腕がどこから始まっているか知らない、もしくはともすると肩からというふうに勘違いしちゃってしまっているかもしれませんね。腕は狭鎖関節で胸骨という胸の骨とつながっています。そして鎖骨と肩甲骨、ここに肩甲骨ありますよね。肩甲骨はくっついています。鎖骨、肩甲骨、そして上腕、前腕、手、これらを腕全体として捉えると良いと思います。もし腕が肩から始まっていると捉えていると、肩関節、肘関節、そして手関節と腕には大きく3つの関節があると感じることでしょう。けれども、狭鎖関節を加えた1、2、3、4、4つの関節で腕は成り立っています。この4つの関節で連動していると感じることが、腕を使いこなすということにつながっていきます。では皆さんと一緒にこの狭鎖関節の動きを確かめてみましょう。右手の中指を出していただいて、狭鎖関節、鎖骨の付け根を触ってみてください。そのまままずは左の鎖骨を上に下に上に下に上に下に動かしてみてください。狭鎖関節、きっとご自身が意識していらっしゃるよりよく動きませんか？では肘を曲げてピアノを弾くフォームをとってみてください。右手を添えたまま、今度は狭鎖関節を前後、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろというふうに動かしてみてください。上下の動きほど前後は大きくありませんが、狭鎖関節が動いているということをきっとお感じになってくださったんではないかと思います。反対もやってみましょう。左手を右手の狭鎖関節に添えて、まずは上下上下、そして肘を折り曲げて前後前後に動かしてみてください。ピアノを弾くときには、この狭鎖関節を硬直させずに緩めておきましょう。そうすると大きな跳躍や、例えば手の交差など、とても弾きやすいと思います。狭鎖関節は小さな動きで大きなエネルギーを生み出すことができます。狭鎖関節を緩める、この意識だけで随分と腕が楽に使えるようになるはずです。次回は腕では3つの回転を使いこなすことができます。一つは肘から。皆さんこんにちは。今回はピアノの腕の使い方
中でも3つの回転についてお話しします。皆さんはもうピアノが指だけで弾く楽器でないということはきっとご存知ですよね。指だけでなく腕を連動させていくコツを一緒に身につけていきましょう。さて、腕は肩からではなく狭鎖関節から始まっています。これが腕ですよね。肩ではなく狭鎖関節から始まる。これがとても重要なポイントです。腕では3つの回転を使いこなすことができます。1つは肘から、2つ目肩から、3つ目狭鎖関節からです。これからショパンの黒鍵のエチュードを例にこれら3つの回転を解説していこうと思います。その時に重要なことは、どれか1つの回転を独立して使うのではないということです。紹介する回転は主にその回転を使うというふうにご理解ください。その際に他の回転を生み出す関節を固めてしまわないこと、とても大切です。1の肘からの回転についてです。肘を起点に前腕の回転を使います。正確には回旋と言いますが、皆さんの左手をお借りして右手の肘に当ててみてください。そしてくる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 と前腕を回転させてみてください。1の肘からの回転はこのようなジグザグした音形にとても有効です。では弾いてみましょう。ジグザグ音形に肘を起点にした回転を使います。少し早くやってみましょう。というように前腕の回転を使って弾きます。続いて2の肩からの回転についてです。肘を曲げていただいてピアノを弾くフォームになってみてください。肩関節を起点に前後前後に回転をさせることができます。肩からの回転はこのような音域が広い動きの音形に有効です。もちろんこれもジグザグ音形なので肘を起点とした前腕の回転も使えますが、そこに肩からの回転を組み合わせて弾きます。こういった幅広い動きの時に肩からの回転を使っています。最後に3つ目の狭鎖関節からの回転です。左手を鎖骨の内側に当ててみてください。右の鎖骨の内側ですね。ここを起点に前後前後の動き、この回転を使っていきます。どうですか？狭鎖関節を起点に回転動かせていますか？この狭鎖関節の回転は瞬時にポジション移動が必要なこのようなパッセージに効果を発揮します。狭鎖関節は小さな動きで大きなエネルギーへと変換することができるんですね。まずゆっくりやってみましょう。この親指弾くときですね、肩からの回転だけでは不十分な瞬時に移動しないといけないので、この狭鎖関節からの回転を使います。ここまでピアノの腕の使い方、中でも3つの回転についてお話をしてきました。ピアノを指だけでなく腕と連動させて弾くコツを少しでも感じていただけたならとても嬉しいです。繰り返しになりますが、重要なことはどれか一つの回転を独立して使うのではないということです。いつも手と腕が協調して動くことができると、今よりもっと楽に弾けて音楽をより深く表現することにつながっていくのではないかと思います。それでは